皆さんこんにちは。パル先生です。そして今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日の動画は悩みというか相談というかそんなものをここでシェアをしてなおかつみんなの意見も聞けたらいいなと思っています。はい。先生のこのチャンネルについてお話をしたいんですけれども、もしかしたら気づいてくれている方もいるかもしれません。最近先生のこのチャンネル、以前と比べてかなり投稿頻度が減っています。そもそも先生のこのチャンネルのポッドキャストは他の方の日本語ポッドキャストに比べて再生回数が回っていません。なので全然気づいてない人もいると思うんですけど、それでもやっぱり毎回見てくれている方、毎回コメントしてくれている方もいます。そして登録している方、登録してくれている方もたくさんいらっしゃいます。なので、やっぱり一言ちょっとお詫びを言いたいと思います。最近なかなか動画がたくさん投稿できずにいて申し訳ございません。ちょっと言い訳タイムです。言い訳をさせていただきますと、まずはちょっと忙しかったっていうのがあります。仕事とか他の YouTube チャンネル含め、なかなかポッドキャストを撮るっていう時間が取ることができませんでした。そしてもう一つは今日お話ししたい内容と関係があるんですけど、何を話したらいいかわからなくなっていた。この理由が大きいかなと思います。はい。というのもですね、いろんな動画先生今まで上げてきたんですけれども、なかなかテーマが決まっていなくて、最初はチルジャパニーズということで、みんながリラックスできるようにっていうことで、長すぎないポッドキャストを撮ろうっていうふうに自分の中で決めていました。で、そこから、時々10分、20分弱っていうポッドキャストも撮っていたんですけれども、そこから次、スロージャパニーズを撮ってみたり、それから教科書にない日本語シリーズを撮ってみたりっていうことで、初級者向けのものもあれば、中級者、上級者向けのポッドキャストも撮っているっていうのが今のチャンネルの状態になってます。で、先生がそういうふうにいろいろなタイプ、いろいろなレベルの動画を撮ったせいというか、撮ったので、いろんなコメントをいただくんですね。スロージャパニーズを撮ってみたら、このスピードがいいですって言ってくれる方もいれば、スロージャパニーズの投稿が続いたら、今までの速いスピード、普通の自然なスピードのポッドキャストが見たいですっていう人が出てきたりっていうので、なかなかいいバランスが取れなくなっていました。で、最近考えていて、やっぱりどっちかに絞った方がいいのかなって思ったりしたんですよ。スロージャパニーズならスロージャパニーズオンリー。普通の自然なスピードだったら自然なスピードオンリーっていう風にした方がみんなも見やすいんじゃないかなって考えたんですけど、でもやっぱりどちらのレベルの方もいらっしゃるから、どっちかに絞るっていうのもなかなか自分の中で答えが出なくて、なのでどうしたらいいかなっていうのをみんなに聞いてみたいなと思いました。一応まず自分の中で決めたことがあって、それは教科書にない日本語シリーズはこれからも続けていきたいと思っています。やっぱりこれこそみんなの役に立っているっていうふうに自分では思っていて、教科書にないからこそここでしか学べないものとか、みんながなかなか出会えない日本語っていうのを、先生が教えられるので、これはもちろん定期的に取っていきたいなっていうふうに思っています。なので、ちょっとみんなの意見を聞きたいところは、そのスロージャパニーズと、
自然なスピードで話している普通のポッドキャストの割合をどうするかとか、どういうふうにした方がいいよとか、何かあれば教えてくれると嬉しいなと思っています。それからもう一つ、先生の意見。ただ決めているわけではなくて、みんなに聞きたいなって思っているのが、1週間に1回できればもちろんちょっと予定がね、あって難しい時もあるかもしれませんが、先生の1週間をシェアするポッドキャストを撮ってもいいかなって今のところ考えています。例えば、毎週末、土曜日か日曜日にポッドキャストを撮って、今週1週間先生こんなことしましたよ。日本にはこんなのがあって、こういう経験をしてきましたとか、1週間あれば何かしら毎週違う経験があるでしょう、行動があるでしょうっていうことで、そういうのをね、1週間に1回ぐらいシェアしてもいいかなって思ったりしています。もちろん月に1回でもいいんですけど、どうかなって今考えてます。ちなみにもしこういった1週間もしくは1ヶ月のシェア動画を作るとしたら、今話しているぐらいのスピードだと思います。スロージャパニーズにすると、どうしてもそれだけのボリュームを話すってなるとかなり尺を取ってしまうので、この普通の自然なスピードでシェアするっていう形になると思います。はい。これも踏まえて皆さんの意見を聞かせていただけたらいいなと思います。はい。それからですね、実は前に DM でいただいたんですけど、知っている人は知っているかもしれません。先生は車が大好きなんですね。よく仕事が終わった後にドライブに行ったり、休みの日に、ドライブしたりとか、常に車に関することをしているんですね。で、それを知ってくれたファンの方っていうか、先生の動画を見てくれた方が DM してくださって、先生もドライブが好きだしっていうので、ドライブをしながら日本語を話す、そんなポッドキャストはどうですかっていうふうに、意見をくださいました。いや、先生もそれもいいかなって思ったりしたんですよね。はい。ただね、みんながみんな先生がドライブしてる姿に興味があるかって言ったら全然そんなことないと思うし、どうしても割合的に、男の子で車が好きっていう人の方が多分多いと思うんですよ。なのでちょっと難しいところですが、それはね、確かに先生自身も楽しめるし、もし興味を持ってくれている方が多かったら、みんなも楽しんでくれるし、それもいいかなって思ったりしていますので、これに関しても何かコメントをくださると嬉しいです。はい。ちょっとバーっと喋ってしまいました。先生も原稿なしで話しているので、うまく今喋れてたかわからないんですけど、はい、わかりやすく話していたらいいなと思います。はい。それから、メンバーシップに関しては今のところまだないんですけど、これから今のところね、ちょっと考えたりしているので、せっかくメンバーシップにするなら、もちろん役に立つ動画をそこでも上げたいので、どういう動画がいいかなとか、ちょっといろいろ考えている最中です。またそこは決まり次第皆さんに報告しようと思います。はい。ということで、今日の内容はちょっと相談みたいな感じ。はい。先生が最近悩んでいることについてお話ししました。はい。コメントで全然大丈夫なので、皆さんの意見、はい。ぜひ聞かせてください。で、最近、先生のね、街もだんだん暑くなってきました。去年と比べるとそこまでですが、それでもやっぱり暑いです。先生も今ね、肩がすっごい日焼け。はい、こんな感じでめっちゃ日焼けしてて、はい、めっちゃ痛いです。昨日一日中外にいたからね、超日焼けしちゃって。みんなも、暑い地域にいる方は気をつけてください。はい。ということで、じゃあまた、
みんなの意見を見た上でいろいろ動画投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではまたみんな次の動画で会いましょう。またねー。